今のところ落ち着いて話せているようでよかったです。ああ、森谷さんも、まずは真島さんの話を聞くと言ってくれていたしね。このまま仲直りできるといいけど。そうだね。青柳くんのおかげで、会話する機会は作れたけれど、果たして、うまくいくかどうか。私、小学生の頃は気が弱くて、ナナちゃんくらいしか友達がいなかったんです。バレエに誘ってもらえたの、本当に嬉しかったな。今も一緒にいたいからバレエをしてるっていうか。お二人にとってバレエはかけがえのないつながりなんですね。はい。でも、スポーツ特待生を受けたら、きっと大学は別々になってしまうから、それが嫌で。でも、特待生のことちゃんと相談してたら、こんなことにならなかったのかな。真島さんは、何よりも森谷さんと一緒にいたいと思っている。だが、森谷さんは、小さい頃からずっとバレエが大好きで、憧れの選手が在籍してた私大の強豪チームに行きたいってずっと思ってたの。でも学費が大変で、行けるとしたらスポーツ特待生しかなかったんだけど、私は出願条件を満たせてなくて。そんな中、真島さんに特待生の話が来たんですね。すごく悔しかった。でも律が頑張ってるのずっと見てたから、だからおめでとうって伝えようとしたんだけど、あの子特待生を断ってて、きっと私のせいなの。守谷先輩。そんなことしないで、ちゃんと自分の将来を考えてっていろいろ言いたかったんだけど、そんなことさせちゃった自分が情けなくて、それで八つ当たりまでして、こんなだから選ばれなかったし、相談だってしてもらえなかったんだね。お互い思っていることを素直に伝えられるといいのだけれど、難しいかもしれない。あの二人はまだ自分の感情にまっすぐ向き合えていないようだから、あの時の僕のように。上白先輩、どうかしたんですか？いや、何でも。やめてよ！なんでそんなに律が謝るの？だって私が何も相談しないで特待生断るって決めちゃって。でも私だって将来のことはちゃんと考えたの。それで出した答えだっていうのは分かってほしくて。だいぶヒートアップしてるけど大丈夫かな？本当にちゃんと考えたの？だって特待生だよ。分かってるよ。でも私はそれでも。私はあんたが思ってるような人間じゃないの。特待生の話を聞いた時からずっとあんたのことムカついてたんだから。止めた方が良さそうだ。私がバレエに誘ったのに、背だって中学までは私の方が高かったのに、エースだって最初は私だったのに。ナナちゃん。あんたの努力だって分かってるのに、そう思わずにいられないの。分かったでしょ。私はあんたが思うような人間なんかじゃないって。森谷さん、
真島さんも、一旦落ち着こう。森谷先輩、なんとか落ち着いたよ。もう少し休んでから帰るって。真島先輩は大丈夫ですか？だいぶショックを受けていたみたいだ。自分のことで森谷さんをあんなにも苦しめていたなんてと。本当に森谷先輩のことが大事なんだね。それは森谷先輩だって同じはずなのに。難しいな。今回のことで言えずに抱えてしまっていた思いはお互い言えたとは思うが、確かにあの気持ちを抱えたまま仲直りというのは無理だっただろうね。だからこそ濁ってしまったかもしれない。濁る？ああ、一見きれいに澄んでいるように見える水でも、水底の土が舞うと見通しが悪くなるだろう。それと同じで、例えば誰かとぶつかり合って心が揺さぶられると、いろいろな感情が入り乱れる。その感情が濁りとなって見失ってしまうんだ。自分にとって一番大切なはずの思いよね。その挙句虚勢を張って向き合うことを諦めて、誰にも傷つけられない一人の世界に逃げようとする。そういうことがあるんだよ。上白先輩、それは。みんな、いるかい？大変だよ。世界にある木が急に光り出したんだ。え？木に触れたらまた来られた。ねえ、前に試した時はうんともすんとも言わなかったのに。みんな、ちょうどよかった。思いのかけらが大変なんだ。実はさっき、急に光り出して、またお互いぶつかり合って、それって。なんとか収まったみたいなんだけど、どっちも大きなひびが入ってしまって、このままじゃ。カイトさん、実は。なるほど。そっちではそんなことがあったんだね。すみません。カイトさんにも事前に相談できていれば。仕方がないよ。ここはまだ自由に来られるわけじゃないし。でもこれからどうすればいいのかな。また先輩たちで話すっていうのはかなり厳しそうだよね。上白先輩。なんだい？ここに来る前の心が濁るという話についてですが、先輩は似たような状況をどこかで見たことがあるんでしょうか？すみません。今のは。いや、気にしなくていいよ。僕も参考になるかもしれないと思って話したことだからね。少し長くなるかもしれないけど、聞いてくれるかい？はい。あれは中学2年の頃だったかな。当時の演劇部の部長に君のゲリラショーを見て感動した。ぜひ一緒に劇をやらないかって誘われたことがあるんだ。そんなことあったの？ああ、水木と知り合う前だよ。けれど正直からかわれているんだと思っていたな。自分で言うのもおかしいけれど、当時の僕は
全く周りに馴染めなくて浮いていたんだ。それこそ司くんのような変わり者じゃないと声をかけようなんて思わないくらいにはね。しかし、今の上白先輩からはあまり想像がつきません。僕の中学時代を知っている水木としてはどうだい？まあ、あの頃のルイは確かにヤバかったかも。特に衝撃的だったのは、血の池事件かな。血のプールの水を真っ赤にして人体模型を浮かせたんだよ。で、見つけた用務員さんがびっくりして転んで腰痛めちゃったんだ。アイディアが浮かんだら試さずにはいられなくてね。そんな突拍子もない人間は浮かない方がおかしいだろ。ですが、さっき言ってた演劇部の部長さんは声をかけてくれたんですよね。ああ。彼は僕が路地でやっていたゲリラパフォーマンスも何度か見てくれていたんだ。話すうちにショーへの熱意も本物だと感じた。だから脚本と演出で協力することになってアイディアもいくつか出したんだけど、元々の脚本担当と演出担当が反発したんだ。こんなのできるわけない。みんなも怖がるってね。上白くん、待って！二人のこと、本当にごめん。操り人形のシーン、上白くんのアイディアがあれば、もっと面白くできるって説得したんだけど。その様子だと、難しかったようですね。別に構いませんよ。皆さんが使わないなら、いつかどこかで自分でやればいいだけですから。待って！本当に役者を釣り上げたり、ロープを引っ張って操るっていうのは難しいかもしれないけど、それに限りなく近づける方法を探さないかい？あの二人だって最高のショーにしたいって本当は思ってるはずなんだ。だからもう一度説得して。いいえ、必要ありません。たとえ説得に成功しても、きっとこのショーはうまくいかない。最高のショーを作るには同じ熱量を持った仲間が必要ですから。先輩ならわかりますよね。では失礼します。上白くん！やっぱりこうなるんだな。まあいいさ。今まで通り一人でやればいい。ショーをやる方法なんていくらでもある。もし共演者が必要ならいっそ自分で作ればいい。あ、そうだ。そうしよう。ドローンやロボットなら何も言わない。ただ僕の意志に従ってくれる。もうそれでいい。そんなことが。今だから素直に認められるけれど、あれはただの強がりだったよ。僕はずっと誰かと一緒にショーを作りたかった。僕の演出を受け入れてくれる仲間がずっと欲しかったんだ。それ以来しばらくずっと一人でショーをしていたよ。とある未来のスターに出会うまでね。長々と話してしまったけれど、僕が言いたいことは一つだ。様々な感情が渦巻く中から自分一人で
本当の気持ちを拾い上げるのは難しい。でも、一人じゃなければ、誰かの助けがあれば、濁ってしまった心の底から、本当の気持ちをすくい上げることができるかもしれない。もちろん、簡単なことではないけれどね。あ、今のは、思いのかけらが光ったよ。しかも、両方とも。そうか。なんでこの世界に思いのかけらたちが現れたのか、ずっと不思議だったけど、みんななら諦めずに手を差し伸べてくれるって思ったからかもしれないな。僕たちなら。うん。ここにいる全員が、かけがえのない誰かとの絆を持っているからね。そうですね。もしそうなら、かけらの気持ちにも応えたいです。かけらの気持ちか。一つカイトさんに聞きたいんだけど、二人の言い合いがかけらに影響したように、かけらへの働きかけも現実世界の二人に影響を与えられる。そう思ってもいいかな。そうだね。持ち主からかけらに対してほど大きくはないだろうけど。だったら手はありそうだ。いい作戦でも思いついたの？まあね。僕に一つ、いや、正確には二つだけれど考えがある。現実、そして世界の両方からアプローチをかけるんだ。あの二人が一番大切にしたい気持ちに気づけるようにね。現実と世界から。それには全員の協力が必要だ。どうか力を貸してほしい。もう改まって何言い出すかと思ったら、どうせならハッピーエンドになってほしいし、何でも手伝うよ。私も。もちろん僕も。だから遠慮なく考えを聞かせてほしいな。わかった。では順番に話すよ。まず一つ目だけれど、